この YouTube の動画を通して私っていう人間がどういう風に伝わってんのか、どういう印象なのかってちょっと分かんないんですけど、もしはるみさんってなんか柔らかくって優しい人なのかなとかって思われてる方がいたら、ちょっとそれ違うかな。私海外に出たの17歳なんですけど、今34歳で、17から34までの間、ちょこちょこ日本にいた時期もあるんだけど、ざっくり言うと人生の半分海外で過ごしてます。なので完璧な日本人だと思われて接される接せられるとちょっと苦しいことがあって、でもね、最近そう思われること少ないかな。例えばね、日本に帰ると結構日本人に見られないこと多くて、私別にメイクもそんな派手にしないし、服装は結構派手なの好きなんだけど、ブラジルにいる時は地味、髪もそんなにいじんないし、色も最近すごいね、真っ黒だった時あったんですよ。その時は確かにフィリピン人みたいに見えたけど、最近はそんなに焼けてないから、もともと色白なんだけど、一時帰国した時とか日本語お上手ですねって言われたり、そうやって最近日本人に見られないことが嬉しいわけじゃない。別に日本人に見られても日本人だからそれでいいんだけど、知り合いとかだったらいいけど、初対面の人になんかそういう風に言われて、わざわざ私実はって言って、実はブラジルに住んでてとかわざわざ言うのもなんかちょっと邪魔くさいので、嬉しいも嬉しくないも別にないんだけど、でも私がなんかちょっと他の人と違う風を吹かせた時違う意見言ったりとか、なんだろう、分かんないけど、そういう時にはるみはちょっと外の人だからっていう空気になると、私としてはすごく楽でやりやすい、心地がいいなって感じる。もう枠にはめられるのが私大嫌いで、日本のね、いいところに規則っていうのもあるんだけど、秩序とかマナー、礼儀、作法、そういうものから来る意味のある規則だったら、日本の美だなって思うんだけど、でも偉い人にこれなんでなんですかって聞いても、いや規則だからって言われるような規則、私大嫌いで、もうね、鳥肌が立つくらい嫌いなの。もうブルブルってくる、嫌で、ルールが。それで17歳の時に日本を飛び出したんですけど、その頃は背伸びをしたかったから、でも背伸びしきれずに日本人っていう枠からはみ出せない、枠にはまってないといけない気がして、そこがすごく苦しくって、でもそれがもうそうだな、17年経つからだいぶ楽になって、今だったら別に日本に住んでもなんとかうまくやっていけるかなって思うけど、でもどうだろうねほんで今私がいるのはブラジル、規則があるようなないような、また日本と真逆な場所に来ちゃったけど、昔ある有名な帰国子女の方がこういう話をしてました。彼女は海外で生まれて、おそらくそこの国籍も持ってるんだろうけど、そこにいても両親が日本人なので、彼女は外国人っていう目で見られる。その国の言葉も喋れるのに。じゃあ日本に行ったらどうかっていうと、日本に行ったら行ったで帰国子女ちょっと違うねって言って見られる。だから自分のアイデンティティが何なのかっていうのに悩まされるみたいな、そういう話をしてました。私は日本で生まれて育って17で自分の意思で日本を出ているので、また状況は全然違うんですけど、でもそのアイデンティティっていう意味で言うと、彼女の言っている意味がすごくよく分かって、私もそのアイデンティティについて自分はどうあるべきなのかっていうのにすごく悩んでた時期が10代後半から20代前半。日本にいたら、完全な日本人って見られるけど、なんか自分はそこから飛び出したい。でも海外に行ったら自分飛び出せてる気がしてるのに、周りからは日本人って見られる。
その自分の気持ちと周りの反応とのそのギャップかなに悩んでたんだろうな。それが最近は多分そのギャップが縮まってきたってことなのかな。まあいいや今日はアイデンティティについてでした。違うかすいません、なんかねモヤモヤしたことがあったの。まあいいや、またね次のビデオでお会いしましょう。バイバイ、チャオチャオ。